话，大家上一集出现的新角色那个李东应该还是蛮有意思的，感觉又是贺建中尉的一枚小迷弟。他们在那飞艇上时好像也提了一嘴，就是他好像是个少爷一般的角色吧，应该家里还是有点背景的，也挺好奇，就是他为什么会选择跟随贺建中尉啊，或者说他是有一些跟传统意义上少爷就是的反差感嘛。目前很喜欢他非常情感外露的感觉，他真的是把贺建的这种喜爱或者说是顺从崇拜之情完全表露在面上。同时他还会说鹿儿岛方言嘛，我现在说起鹿儿岛，我一下想到的就是晚安布布，我不是很想想。近くにはいないようだな。第七師団の連中もさすがにあの天候では進めなかった。不是 S 一趴像个小手办一样。帰るとは思わないけどね。奴ら俺たちが網走方面へ下山すると読んでるはずだ。意表をついてここは十勝方面へ下山して追っておまこう。そうしよう。キロラン家西パたちにははぐれた時は網走で会おうと言ってある。淵の様子を聞くために夕張を出るとき特別好。電報を送っておいた。この郵便局止めで返事が届いているはずだ。誰から？アシリパの叔父だ。あの人は昔和人と仕事をしていたから少し読み書きができる。なんて書いてある？フチライクルシウク作る。ライクルシウクってなんだ？ライクルシウは死に装束です。死が近づくのを意識して。哦不，他不会做自己的吧？家族に隠れて自分の死に装束を用意するのです。どうしてあんなことを言ったんだ？私は占いで出たことを伝えたまでです。アシリパさんの周りに裏切り者がいます。不是这个占卜到底是真的假的？我以为只是他的那个手段呢。フチは俺にもご飯食わせてくれた。アイヌは子供が大事だって。子供がいないとあっちの世界に行けないから。アイヌは自分が死ぬとき、残されたものに送る儀式をされないと死後の世界へ行けないのです。所以当时阿西帕爸爸也是非常重视那个葬礼的。近橋、心配するな。必ず無事にアシリパを連れて帰ってフチを元気にさせる。それが俺の役目なんだ。俺もフチに食べさせてもらった。俺もフチの顔が。いやいや、神々ニシパは紐だよ。紐ですね。哦，是想到了自己的，在这个他乡找到了。天，汉尼嘎基真的特别特别好，这个角色塑造的。鶴見中尉殿は金持ちというのをご存知ですか？自分らアニマタギの非常用蛍光色で丸いのと楕円のを作り2個1組にして山に入ります。丸いのは压缩饼干。木を意味するらしいです。金持ちか。それは知らなかったな。味は普通のお餅か？米粉に水を加えて味噌か塩。マタギの仲間にバレたことがありまして。どうやって？私たちマタギが青獅子と呼んでるカモシカを追っていた時でした。
マタギは数名でそれぞれ役割を決め、共同で巻き狩りをします。向かい待ってと呼ばれる全体の指示をする見張り役、松前と呼ばれる鉄砲撃ちが2名、まだ銃が持てない瀬古が2名。真装备。瀬古は獲物を鉄砲撃ちの前へと大声で追い立てる役です。ほれやほれやマタギがいたずと呼ぶ熊は山の上に逃げ登る習性があるので、瀬古は頂上に向かって追い上げますが、青獅子は逆で山頂から追い落とします。金持ちはそんな時に食べる最後の食料です。どんなに寒くても凍らず、保存の効くもので、ちょっとかじるだけでも腹のお足しになりますから。けなんだべ。これが本当の最後の食い物になるかもしれねえと思ってな。冗談でね。源次郎の肉食ってでも生き延びるべさ。不过是不是有真的这种案例啊？就是在山洞里吃人的那种。なんか混ぜたか。なんだべこのはず。待て、喋るなよ。当ててやる。これは。わかった。くるみだ。くるみ混ぜだべ、源次郎。んだ。でも元気す。歩道には黙ってできれ。なあ、源次郎。必ず生きて帰るべ。他尼嘎基，他还会再回到故乡吗？但是，元吉はその後、私の妹の文と結婚して。贺建真的听得很认真啊，我觉得他还是很关心他们的吧。集落より離れた山の少し高いところで静かに暮らしていました。あの日も私は家で金持ちを焼いていました。外から戻ってきた兄貴が今まで見たこともない顔で。兄貴が放心しているのを見て、つららで背中を刺されたよ。之前狐狸姐姐说过还有妹妹还是什么。文と元吉の住んでいた小屋はすでに。中には真っ黒に焼けた文の遺体がありました。なぜ何があった？何があった？文！心臓に刺し傷がありました。他杀。そばには元吉のマスケが。私ら。不是吧？还是说其中有什么误会吗？还是真的？どこにもありませんでした。元吉はどこだ？せがれはいつとも来てねえ。勘弁してくれろ。かくまってねえな。血眼になって探し歩きましたが、这見つかり是ませんでした。しかしある日、元吉が北海道の第一師団に所以这就是为什么他来噂が入っ吗？てきたのです。为了报仇。復讐のために姉を捨てんな。おめの人生まで棒に振るな。妹を殺されて泣き寝入りができるか。またぎなんぞクソくらいだ。二度と戻らねえ。哦，这就是他所说的回不去的故乡。
他可能到现在都还没有找到，但是他的这个使命已经变了。Tanigaki。土のうの隅に座り込むボロボロの男がいました。自分の血か返り血か、顔もわからぬほど真っ黒でしたが、已经死完了。この男、昨夜の消し体の生き残りだ。よく生きて。なんか食い物持ってねえか。哦，这山原啊。ありがとうよ。いただきます。腰が強いな。これは餅？味噌の味がするな。秋田の郷土料理か何かか。どうして秋田だと？やっぱりそうか。だってあんた、けって言ったよな。食えっていう方言だろ。俺と同じ第一師団の小隊に、秋田の兄ってところで生まれた一等卒がいてね。そいつから教えてもらった。東京に来る前は地元で漁師をやってたって聞いたな。賢吉だ。ついに妹の仇を。四国第11師団、金沢第9師団、そして東京第1師団。はい。神様が私に妹の恨みを晴らす手助けをしてくださった。賢吉を探す余裕なんてあるはずがありませんでした。哦，月岛。ロシアの兵士が手投げ弾を投げても、こちらは即座に投げ返します。じわじわと追い詰められたロシア兵は、体に手投げ弾をいくつかくくりつけ、我々の塹壕に飛び込んできました。あれには参ったな。ロシア兵一人でこちらは10人近くやられた。そしてまた一人。やつを止めろ！天呐！啊！賢吉はかろうじて生きていました。ついに待ち望んでいた瞬間が訪れた。そう思いました。おい賢吉、やっと見つけたぞ。お前の心臓をえぐってやる。お前が不意にやったように。谷垣、そいつはもうダメだ。聞こえてねえぞ。多分鼓膜もやられてる。不是他杀的，但是这是Tanigaki一直以来的唯一目标。天呐！あの時、ちょうど戦闘は膠着状態となり、不思議なほど辺りが静かになりました。なぜフミを殺した？賢吉！誰ですか？あなたは。どなたか存じませんが、伝えてほしいことがあります。秋田の兄に住む谷垣という家の人間に。
自分は谷垣家の娘さんを嫁にもらいました。哦，什么不得已吗？所以要烧了尸体吗？这样的话就看不出来。必ず交差来る。移すでもしたら。ふみ。あんだも交差いればダメ。何喋ってなんだ。その時は一緒だべ。但最后选择从军了。败坏名声了哟。哦，卡尼嘎 K 也找到了自己的使命。探すなさい。ふみ。そしてついに私はふみをできるだけ長く苦しまずに済むよう二人で考えた末、私は漁師ですのでやり慣れた方法を使いました。所以战场也类似于是他赎罪的另外一个地方吗？哦，让这样的告诉他，他就是他尼嘎 K， 因为这个味道是特别的。くるみの入った金もずケンズローか。そういうケン吉は息を引き取りました。ケン吉は自分の役目を見つけて命をつけました。私の生まれてきた役目は何だろうと毎日考えています。今さら兄には戻れない。父や兄貴に合わせる顔がありません。谷垣、私にはお前が必要だ。まずは私のためにおにぎりの金持ちを作る。我服了贺建了，他的使命肯定不在贺建这儿啊。お安いご用です。哦。ねえ、あれ見て。遠くの方で誰か踊ってる。あれアシリパじゃない？啊，这么快就遇到了啊！太可爱了，唱的很好啊。それが釧路に伝わるんですか。
分リムセ鶴の舞だふんとひふんちかぱほほいほ誰か来るぞ。ほいほ最先察觉。ほらやっぱりアシリポだよ。但是我真的不希望他们知らぬ。それに不会夫妻真的要死吧？啊！就没想到这集是这样的，根本完全没有做任何的准备。谁能不喜欢Tanigaki呢？Tanigaki 这个人物的整个发展和他的故事曲线，我觉得都是做的非常沉稳且细腻的。转变和成长真的是令人非常的感慨。就从最开始他遇到就是山原他们，再到遇到二平，再遇到夫妻他们，而且其实也更能明白为什么Tanigaki可能就是没有继续在鹤见那里吧。就是他，我觉得他应该明白自己的道路不是为了杀戮存在的，他更像是山原这种就是为了守护吧。在一个异乡的土地上面找到了他的新的使命，我也真的很高兴他终于明白了自己要怎么活了，也像是一个就是给他逝去的妹妹的一种答复。我真的太心疼在战场上，就是他你看给他得知这一切真相的时候，那我觉得那真的就宛如一把刀一样刺向他的心吧，就仿佛他一直以来的坚持其实都没有失去的任何的意义。就你能完全看出他为什么是从这样一个心里满是复仇的这个士兵，而如今变成了这样作为守护的猎人。我也很欣慰看到他就是从最开始失落的兄长这样的身份，变到了现在他是真的能作为夫妻他们家顶梁柱，真的能支撑起这样一个家的存在，即使这个家跟他并没有任何的血缘关系。离开鹤见真的是Tanigaki的一个转折点吧，毕竟我觉得他最开始在鹤见那里其实是类似于给他提供了一个复仇的环境和这种宣泄情绪的出口，曾经就是被复仇之心笼罩的他可能是更适合待在鹤见那个阵营的。但是跟二平的这个相遇真的是如同命运般的，让他真的理解了就是杀戮并不是最终的归宿，大家都会回归到这种自然里，守护和传承才是更重要的吧。接下来还有就是认识了夫妻欧索玛他们，这也让我想到上一集阿西帕问就是山原的那个问题，就是还能回到过去吗？其实在我眼里就是Tanigaki他更像是已经成长到发展到一个阶段，已经让他无法再回头了，他就不属于阿西帕口中说的那些愿意留在战场上心还在战场上的那些人。当然我觉得这些过去也不是说完全脱离了他，或者说完全切割了，而是更像是带着这些即使非常沉重的这些过去，Tanigaki已经准备好去踏上新的这个征程，已经重新找到了他的意义使命，自我的这种救赎和这种新的家的感觉吧。但是不由不说，就是鹤见在认真听完Tanigaki这个背景故事之后，让他去做的那个饼，真的就让我有一种就是对Tanigaki全盘了解了一番之后，给他指定了一个位置，给他安排了一个责任，一个听令于他的角色一般。我觉得鹤见真的还是很精的，他非常了解这种就是心理操控，告诉他需要他，然后把他收进自己的这个囊中，非常善于做这种个性化的安排。我真的是觉得Tanigaki在这部作品里有真的被写活的那种感觉，而且他有一种就是厚重、温柔、沉稳的底色在其中吧，非常的温柔可靠，值得信赖，太喜欢了。那这期视频要结束啦，我们下次再见了，拜拜。